はい、こんにちは、なぎこです。前回まで使っていたこのソニーレンズ2本、こいつをですね、もう、返却をしなければいけない期限が近づいてまいりましたので、ちょっと一旦感想などについてお話ししようかなと思っております。で、結論から言ってしまうんですが、ZV-E10 には、間違えた。ZV-E1 には、こっちの 1635F4G、こっちがいいんじゃないかなと思っております。で、理由としてはやっぱり、このせっかくの ZV-E1 のこのボディサイズ、こいつを活かすのであれば、やっぱりより小さい方がいいよねっていうところが非常に大きいのと、あとこの40、70のレンズはズームがこうギュギュギュッとこう伸びるタイプなんですよね、レンズからこういう感じで。なので70ミリ、望遠端の70ミリで撮ろうとすると結構このボディとのバランスが良くないなって思いました。このね ZV-E1 は手に取られる方はほとんど動画メインで使うよっていう方だと思うんですけど、でその時にやっぱりこの2070ぐらい、画角というか焦点距離に幅があるレンズを持ってると、なんて言うんだろう、最近すごい流行ってるらしいシネマティック Vlog とか撮るときにやっぱ70ミリとかあるとさらになんて言うんだろうな、映画っぽい絵が得られて表現の幅はすごく広がると思うんですけど、やっぱりこのレンズはすごく2070ミリという焦点距離の幅広さの割にはすごく小さくて軽いかつすごくよく映るレンズだと思うんですけど、やっぱり ZV-1 のこの小さいボディにつけるにはなんだかんだでやっぱちょっと大きいなって感じてしまう、私の場合は。なので ZV-E1 で使うフルサイズ用のソニーのレンズだったら私はなんかこれすごいベストだなって現状は思いました。ただ私はそうですね、なんだかんだでやっぱり写真撮るの大好きなので、これ使ってても写真撮りたくなっちゃうし、先日はこれにプラスして写真専用のもう一台富士フィルムの XE4 を持ってそっちで写真撮ったりもしてたんですけど、このレンズで写真撮ろうとした時に望遠端が35ミリなわけですよね、このレンズ。で、これは非常に個人的な話になってしまうんですが、私すごく35ミリが苦手で、もうちょっと、あともうちょっと寄りたくなっちゃうというか、あともうちょい、あともう少し寄れればっていう、なんて言うんだろうな、その違い。何なのかわからないし慣れればいいのかもしれないんですけど、もうなんか35ミリは苦手なんだけど40ミリは大好きという、性質を持った人間でして、もうちょっと寄りたいなっていうその物足りなさがこいつで写真を撮ろうってなるとどうしても思いとして湧き出てしまうっていうのはありましたね。うん。で F4 なのでなんかちょっとボケみの部分とか明るさとかが足りないシーンってあるかなとは思ったんですけど、意外とそれは気にならなかったです。はい。そしてやっぱりこいつ ZV-E1 は高感度耐性が非常に高い。なんか気づいたら ISO が12800だっけなぐらいまで上がってる時あったんですけど、それでも全然
全然、全然ではないけど、使えるかなっていう感じでした。はい。普段私はこの α7-4 だと、オートの ISO の上限をいくつだっけな、3000いくつとかに設定しちゃってるので、そこまでの高感度使うことないんですけど、なんか全然 ZV-E1 使えちゃうなって思いました。あとなんか苦手だなと思ってたソニーのレンズの描写の雰囲気っていうのかな。もうなんか思ったほど気にならなかったですね。でもやっぱりなんだろう、優等生の写りをするレンズだなってすごい思いました。ソニーのレンズ。はい。で、まあ正直な話、ちょっとこの1635買ってもいいかなってちょっと思ってますね。はい。かな。でもやっぱ私はタムロンの2040っていう価格がやっぱすごい神がかってるなっていうのも改めて思いました。はい。で、ソニーの純正レンズの方が手ブレ補正とかがよく効くんじゃないのかっていうのをちゃんと検証したかったんですけど、思ったよりあんま時間がなくてちゃんと検証ができず、印象でしかないんですが、やっぱりサードパーティーのレンズよりもソニー純正レンズの方が手ブレ補正とかはなんか効く気がする気がしました。ちょっとちゃんと検証できてなくて申し訳ないんですけど、なんかほんと印象でしかないですが。とはいえ、じゃあサードパーティーのレンズが全然ダメかって言ったらなんかそんな印象もなくて、なんかそこまで気にしないでいいかなっていうのも思った次第ですね。はい。で、このお借りしたレンズフィルター系 72mm 用の、ND フィルターを先日買ったわけなんですけど、ニコンのアルクレストってやつ。これは素晴らしく良かったです。全く色変わらないし、描写も全く悪い影響を与えない。で、この 1635F4G は、F4 明るさ F4 ですけど、前回の Vlog 撮ってた時は結構晴天の日もあった中で、それでもND161 枚あれば、日中は ND フィルターさえあれば普通に開放 F4 で全然撮れるぐらいでした。なので私もこの最近めちゃくちゃよく使ってるタムロンのこのレンズとかにはこの西の可変 ND フィルターつけて使ってるんですけど、これも優秀ではあるんですが、なんだかんだでやっぱり若干色かぶる時はありまして、やっぱり ND フィルターは可変じゃないものが一番絵に影響を与えないなっていうのは当たり前なんですけど、そんな中でもしこの 1635G を使われる方がいらっしゃったら、多分 ND16 が1枚あれば十分なので、ND16 でいい ND フィルターを買うといいんじゃないかなって思いました。はい、これはあれですね。この 2070F4G でも同じだと思います。もう一個忘れてた。そう、この1635何がいいってやっぱあれですね。パワーズーム。パワーズームはなんだかんだで便利だなって思いました。はい。はい。そんな感じかな。こんなボソボソした喋りをずっと聞かされてもあんま面白くないと思うので、この辺でということで、本当1635G はすごいいいです。いい。本当ZV-E10 にぴったりのレンズだなって思いました。買っちゃうかも。高いけどね、本当ソニーのレンズは。はい。そうそう。あと先日、この1635のレンズを開封した時にちょっと勘違いしてたポイントが1個ありまして、お話ししておきたいんですが、この今、広角端に1回します。広角端に1回しまして、こっからズームをギューッとしていった時に、35mm で止まりますよね。でも、この間35mm
がだいぶ、なんていうんだ、続いてるというか、結構さらに寄れてたと思うんですけど、どうやらそれはですね、この、撮影ズーム、ここにですね、ズーム範囲の設定があって、これがどうやらこう超解像ズームっていうのにデフォルトでなってるみたいなんですよね。超解像ズームオンにすると、この今広角端 35mm の状態からさらにギギギギギギッとここまで寄れるっていう。まあこれ光学ズームじゃないので、実際にはだいぶこの光学的に寄れる 35mm のこの状態より画質は荒れてくるはずなんですけど、まあこの機能オンにしておくと全然多分 35mm、これ何ミリぐらいまで寄れてるんだろう。50ミリ相当ぐらいかな。結構寄れる、ズームできるようになるので、まあ、画質は若干犠牲になってしまう部分はあるんですけど、結構使える機能だなとは思いました。